どうも、ゴッチです。今日は、ジョジョの奇妙な冒険 ASBR の発売から1ヶ月が経ったということで、このゲームのここがすごい面白いってところを語る、いわゆるレビューというものをやっていこうと思います。まず、自分は全然格ゲーをやったことがなかったんだけど、ASBR はかなり格ゲーとしてもすごく遊びやすい部類なんじゃないかなという風に感じます。その理由としては、アシストシステムがまず自分は、すごくいいなと思っています。格闘ゲームって上級者の人と戦うと、自分がパンチ一発も出せずに負けることっていうのは結構あるんです。アシストシステムってそもそもどういうものかっていうと、相手がコンボとかを繰り出してる最中に、アシストボタンを押すと、自分が選んだ味方キャラがバトルゾーンに出てきてくれて、相手がやってきたコンボっていうものを中断することができるんですね。他のゲームで言うと、いわゆるバーストって呼ばれたりするものみたいですね。実際にはもちろん上手い人もバーストを同じ回数だけ使えることができるので、これで実力差がひっくり返るってことはないんです。ただ、自分がキャラを動かす時間がちょっとでも増えてるってところが自分はすごくいいポイントだなと思います。これはどんなゲームでも一つも行動できずに負けるっていうと、やっぱりね、始めたての人っていうのは、このゲームむずすぎるわ、じゃあやめとこってなっちゃうのが自然な反応なのかなというふうに思います。だけどこのゲームのアシストっていうのは、自分みたいな格ゲー始めたての人でも、とりあえずアシストボタンを押すことによって、改めて行動を一つだけでもね、またチャレンジすることができるってところで、ゲームに触る時間がそれだけ増えてるっていうのはすごくいいことだなと思います。で、アシストシステムにはもう一ついいなって思ったところがあって、ASBR ってジョジョが好きで遊んでる方っていうのが、ほとんどだと思うんだよね。自分が選んだ味方キャラが助けに来てくれるっていうことで、例えば、ジョセフ使ってたらシーザーと組ませるとかさ、原作的なその楽しみっていうのもあって、ここがすごいいいところかなと思います。なので、簡単に今の2つをまとめると、自分みたいな初心者でもアシストシステムを使うことによって、格ゲーに関与できる時間っていうものがちょっとでも増えてるっていうところと、自分が選んだ味方キャラが画面に映ることによって、味方のキャラが助けてくれたみたいな、ジョジョのゲームだからこそ、ジョジョのキャラが助けてくれるっていう画面的な面白さが生まれるってところが、自分はアシストシステムの良さなのかなっていう風に思います。なんで、格闘ゲームとしてはすごくとっつきやすいと思います。また、このゲームは格闘ゲームなので、技一つ出すのにも結構難しかったりとかして、ゲーム慣れてない人にはとっつきづらい部類ではあると思うんですけど、イージービートっていうシステムで、必殺技まではボタン連打でいけたりとか、キャラゲーとして技の演出とか、そういうものは元から ASB と Eyes of Heaven は本当にクオリティが高くて、キャラゲーとして申し分ないってところもこのゲームの一つのすごいいいところだなっていう風に思います。なので、総合的に見ると、格闘ゲームとしてこのゲームを楽しみたいって人ももちろん楽しめると自分は思うし、あくまでジョジョが好きで、キャラゲーとしてジョジョゲーを遊びたいって人でも、このゲームはすごく楽しめています。で、対戦とかのことについて言うと、自分はね、すごく楽しめていて、やっぱりね、操作はむずいとは思う。特に自分が思ったのは、技の多さでつまずいちゃうところっていうのがあって、特にね、スタンド使いキャラが未だに使いこなせない。で、スタンド使いって言っても、このゲームには2種類のスタンド使いがいて、一つは、スタイルボタンを押すだけで技を出すタイプと、もう一つは、スタイルボタンを押すことによって、スタンドを出して、コマンドが増えるタイプのキャラがいるんですね。自分は後者の、スタンドを出すことで、技が増えるタイプのキャラ。自分6部がすごい大好きなんで、エルメイス姉貴とかさ、プッチ神父とかね、その辺のキャラだと、どうしてもね、スタンドを出した後の技が増えることって慣れなかったりとか、スタンド出すことで足が若干遅くなるっていう挙動になかなか慣れなかったりするね。ゲーム全然やってこなかった人が、このゲームを初めて触ったら、スタンドを出すタイプのキャラっていうのはなかなか難しいかなって思うところも正直な感想です。だけど、そのスタンド使いキャラの中にも、自分が今ね、メインキャラで使ってるマライアとかね、スタイルボタンだけで技が出るタイプのスタンド使いはまだ結構使いやすい。あとは、自分が使いやすいなって思ったキャラだと、ワムーとか、あとシーザーもすごい使いやすいな。シーザーに限らず、波紋使いキャラはみんな使いやすい部類なんじゃないかなって思います。なんでかっていうと、技の個数が少ないから。もちろんこれはガチ対戦目線とか強さとかの話ではないので、ちょっとご了承ください。波紋使いキャラは基本的にスタイルボタンが波紋を貯めるっていう技になってるので、コマンドの多さとかに気を取られずに戦うことができるので、このゲームもちろんジョジョゲーだから、自分が好きなキャラを使うことが何よりも一番です。ただ、操作がちょっとむずいなって思う人は、操作が簡単なキャラもこのゲームには結構いっぱいいるので、いろんなキャラを触ってみて、使いやすいキャラっていうのを探すのもいいかなっていう風に思います。
まあそんな中だと自分はね、シーザーとマライアが特に今はすごい熱いね。ここまではゲームについて話して、まあすごいこのゲームは面白いよってことを伝えました。こっからやっぱりね、正直なレビューということで、ここさえ治ったらもっと良くなるのになと思う点っていうのをね、話したいと思います。あとは何かっていうと、オンライン周りですね。自分は昔からジョジョの奇妙な冒険アイズ・オブ・ヘブンっていう同じ会社から出てるプレステ4のゲームをすごい遊んでて、今でもすごく好きなゲームで遊んでるんだけど、それと同様の問題が ASBR でもやや感じられるところがあります。例えば、お互い回線いいはずなのに、マッチングに失敗したりとか、経験してる人は実際いると思います。で、まあ、オンライン周りは他にも問題があって、ランクマッチのバトルポイントがプレイヤーマッチに反映されるっていう、この仕様がちょっとね、良くないなっていうことで、これは以前の動画で原因不明という風にね、言ったんだけど、原因が分かってきて、例えば自分のランクマッチのポイントが1万だとすると、プレイヤーマッチでも自分と遊べる人っていうのは、バトルポイントが11万以下の人になっちゃうんだよね。これね、プレマに反映されるっていうのがすごく謎で、おまけにこのゲームってフレンド部屋とかがないので、友達がランクめっちゃ高かったりとか、逆に自分がランク高すぎたりすると友達と遊べないんですね。この仕様っていうのはさすがに自分は今まで見たことなくて、このゲーム、まあ、もう一つね、後で話そうと思ってたんだけど、クロスプレイができないので、ただでさえゲームの人口っていうのが、プレステ4、スイッチ版、Xbox、スチーム版って4つで分かれてるので、単純計算で4分の1になってるわけじゃないですか。さらにそれをランクポイントで分けられちゃってると、もうマッチングができないっていう状況にもなりかねなくて、人口の衰退にもつながっちゃうから、これは早く直さないとまずいんじゃないかなっていうのが正直な感想です。プログラム周りっていうのは自分は素人だから全くわかんないから、すごくね、調整が大変なものだとは思うんですけど、やっぱりこのランクで分けられちゃうっていうのはね、あんまり良くないなと思います。そのせいで自分の見てる範囲では、わざわざね、サブアカ作って、ポイントゼロのサブアカであんまりランクマッチやってない人と遊んだりとか、あとはまあ友達と遊ぶためにわざわざサブアカ作ったりって話もね、実際に見ているので、おまけにサブアカ作ると、任天堂オンラインをね、個別にそれ用に入らなきゃいけないので、追加料金まで発生するので、これはもう本当に早く治ってほしいなというのが一つです。他にも細かい点を挙げると結構やっぱりね、いろんなことは思っちゃいますね。まあさっき言ったクロスプレイができないっていうのも、これはね、まあスイッチの機械本体の性能とかと、プレステ4とか、あとスチーム版とか、Xbox とかと、まあ違うから仕方ないとこだなって一番思うんですけど、やっぱりクロスプレイができないってことで、まあ悲しいとこではあるなと思います。あともう一つが、任天堂スイッチってプレステみたいにゲーム機本体のホーム画面から友達を誘うことっていうのができないんですね。まあ、例えばプレステ4のアイズ・オブ・ヘブンだったら、プレステ4の機能から友達にメッセージを送って部屋に直接招待っていうことができたんですけど、任天堂スイッチはそれがないので、友達と遊ぶ時とか、ID を毎回貼って、その ID に入ってもらうことだけが入ってもらえる方法なんですね。で、これはね、やっぱり、フレンド招待機能の有無によってハード格差ができちゃってるっていうのはちょっとね、悲しいとこだなと思います。あと、観戦部屋がないっていうのと、部屋の順番待ちとか、あと部屋の状況。例えば、ガチ勢歓迎とかさ、初心者で遊んでるとかさ、そういう部屋状況っていうのも特に立てられないっていう、本当にシンプルな部屋建てシステムっていうのが、もうちょっとこれ遊びやすかったらなって思うところは結構あります。なんでね、まあ本当にゲーム自体はめっちゃおもろいんだけど、なかなかオンラインがそれに見合った、それをさらに面白くするようにはできてないっていうのがちょっと残念だなと思います。オンラインが良かったらもう間違いなく神ゲーだってもうみんなに言われると思うので、オンラインさえ良ければなというところは正直に感じます。すごくゲーム自体は楽しいので買って損はないです、間違いなく。自分が今遊んでるスイッチ版だったら友達とね、ワイワイ遊ぶこともできるので、本当に格ゲーが苦手でも友達ん家持ってって、なんかワイワイイージービートで遊ぼうとかさ、そんな感じで遊べることもできるので、本当に買って満足のゲームです。まあ、今後ね、オンライン周りがアップデートされて、さらにね、良くなっていくことっていうのもね、期待できるので、このゲームね、買うか迷ってる人がいたら、自分はすごくお勧めします。もちろんこのゲーム安いゲームではないので、フルプライスだし、おまけに DLC も込みで入れちゃうと9000円ぐらいするお値段の張るゲームではあるんですけど、それに見合った内容っていうのは間違いなくあるので、本当にね、おすすめです。ということで今日はここで動画終わります。アリーベデルチ。バイバイ。